皆さんこんにちは。私ですね、大阪の北新地で、楽水というちょっとへんてこな中華料理を作っております。今回ですね、皆さんのためにとっておきのちょっとおかしな中華料理を紹介したいと思います。名前がですね、カルボナーラのような担々麺と言います。ね、今困ってますよね、皆さんね。どういうものかというと、カルボナーラの作り方をする担々麺です。まだわかんないですよね。ではちょっと食材を紹介していきましょうか。はい、ではですね、まず白ネギ、これが4分の1本もあれば大丈夫です。で、今度小松菜ですね、これも1足で大丈夫です。で、こちらの中華麺なんですが、市販のもので全然大丈夫で、市販のもので全然大丈夫です。茹で麺で大丈夫です。で、こちらが焼き豚ですね。これも市販のもので大丈夫です。で、この調味料関係なんですが、卵、卵黄だけ使います。で、これが牛乳、豆板醤で、練りごま、白の練りごまを使ってください。で、お醤油で、これが米酢で、うまみ調味料ほんの一つまみだけ使います。で、仕上げに黒胡椒を使います。はい、では切り物からしてまいります。まず白ネギですね。これはカルボナーラでいう玉ねぎの役割を果たしてくれます。で、真ん中からザクッといきます。飛びましたね。で、こう斜めにだいたいそうですね、4ミリから5ミリの長さで斜めに切っていきます。はい、できましたね。で、もうネギ返しておきます。で、小松菜です。よく洗ってください。で、これも大体そうですね、目安としたらこの長さに揃えるような感じで、ね、この白ネギの長さに揃えるような感じで切ってください。はい。で、茹でる時にですね、茎から茹でていきたいので、茎と葉っぱの部分と分けておいた方が丁寧かもしれません。では続いて焼き豚です。これはカルボナーラでいうベーコンの役割を果たすところですね。はい、これも大体そうですね、7ミリぐらいでしょうか。こちらはベーコンをこう贅沢に入れるような感覚です。はい、切り物はたったこれだけです。はい、ではですね、切り物が終わりましたので、担々麺の元となる調味料を作っていきます。で、まず卵黄ですね。卵黄を取り出します。白身は別に開けます。はい、卵黄が入りました。で、そこにですね、牛乳です。担々麺に牛乳が入るんです。牛乳入れます。で、卵黄を潰します。しっかり潰します。潰しました。で、今度は練りごまです。練りごまが入ります。ちょっと担々麺の要素が入りましたね。はい。で、練りごまはダマになりやすいので、こういう泡立て器を使ってしっかりと混ぜてくださいね。で、練りごまと卵黄が混ざったら他の調味料も全部入れちゃいます。お醤油です。醤油、お酢で、うまみ調味料は本当に一つまみで大丈夫です。一つまみだけ入れます。で、豆板醤、はい。
で担々麺の調味料ができました。じゃあ続いては加熱調理の方をしていきましょう。鍋をまず熱しますが、これ2つのことを実は同時にやることになります。だからパスタを茹でながらソースを作るような感覚ですね。まず、お湯を沸かしてください。でこちらでですね、中華麺と、さっきの小松菜を茹でます。で茹でながらこちらで担々麺のソースを作っていきます。はい、それではですね、鍋が、温まりましたら、こちらにサラダ油大さじ1ぐらいですかね、大さじ1入りました。そちらにですね、ネギです。ネギが入りました。でネギは焦げやすいので、そうです、弱火と中火の間ぐらいで大丈夫です。よく香りが出るように炒めていきます。でしんなりしてきましたら焼き豚です。焼き豚を入れます。はい、焼き豚も焦げやすいので火加減には気をつけてください。弱火と、中火の間ぐらいで大丈夫です。そしてですね、この白ネギにほんのり色がついてきました。はい、ついてきました。でここにお水です。だいたい 100cc 入れて火を止めてください。火を止めます。これでネギと焼き豚からうまみがわっと今出てる感じですね。一番美味しい状態になっているところです。で、これがですね、ある程度冷めるまでですね、こちらで中華麺を茹でます。まず中華麺入れます。で一緒に小松菜の茎です。小松菜の茎を入れます、ね、でほぐしていきます。こうほぐれてちょっと温まる感じなのでですね、1分もいりません。1分もいりませんよ。で、再沸騰してきたなというところで葉っぱの部分を入れます。でさっと混ぜたらもう取り出します。よっはい、ではですね、麺と小松菜が茹で上がって、このネギとチャーシューが今炒めてるところですね。で炒めて少し時間が経ったのでこう今少しぬるい状態です。そこにですね、先ほどの麺と小松菜をラッと入れちゃいます。入れちゃいますよ。はい、入りました。ここまでの工程は少しカルボナーラと似てると思います。でそこにですね、火をまだつけちゃダメです。火をつけると卵黄が一瞬で固まってしまいますので、ぬるい状態で見たら触れるような温度です。で触れるような温度で先ほど合わせた調味料を入れます。入れました。で火をつけます。中火ぐらいですね。中火ぐらいで入れていきます。
どうでしょう、ちょっと担々麺に見えますね。担々麺に見えて、担々麺のような雰囲気で今なってるんじゃないかと思います。でこの鍋のですね、横のところから沸騰してきますので、それを中へ中へこう入れていくような感じですね。ですのでゴムベラなど木ベラなどがあると非常にやりやすいです。注意なんですが、これを火を入れすぎるとですね、カルボナーラの失敗あるあるでですね、紙粘土みたいになっちゃうことありますよね。それを避けるためにもゆっくりと火を入れていってください。はい、沸いてきましたね。ゆっくり沸いてきたので徐々にとろみがついてきました。できましたね。ほら、少しとろみがついてきましたね。見るとついてきて外側が固まってきますので、外側の分を中へ中へ入れていくような形です。はい、でこのとろみでほら、ちょうどカルボナーラのとろみのようなものができましたね。はい、これで完成です。じゃあお皿に盛り付けていきます。はい、では盛り付けていきます。よいしょ。もうね、最初に言ったようにちょっとカルボナーラの雰囲気がありますよね。でも食べるとなんと担々麺です。もうね、最初に食べると結構混乱するんで、その混乱も一緒に味わっていただけたらなと思います。お皿を、はい、仕上げです。仕上げに決定的にカルボナーラのようなになります。黒胡椒ですね。黒胡椒を大胆に。はい、こちらで、カルボナーラのような担々麺が完成です。ぜひ一度作ってみてください。